畑野瑞子さん、当時20歳。爆心地から約 1.5km 離れた千田町で被爆。寮にいたんですよ。寮にいてね、朝の時間だからだいたい何時になったら行くのは毎日決めてましたから、その時間に来てたんです。落ちた時は受付やってる頃でした。大きな音がするとみんな聞こえましたよ。2階に私おったんですけどね。ただね、飛行機の音いうのは分かるんですよ。あまり大きな音じゃないんですよね。高いとこ飛び降るんだから。だけど飛行機来たと思ったらドカーンドカーンですよ。まあびっくりしてね「机の中入んなさい」言ってね、机の下入んなさい。私入りました真っ先に。でね、それからしばらくして音がしなくなったらもう行ったなと思ってそろっと出てね、そこにおる気がしないから下へ降りようと思ってどこを通って降りていいかわからないんですよ。入り口はもう塞がってますしね。ただ中にある陳列ケースが物が入ったのがそのままひっくり返ったり傾いたりしてるから、それで壁は落ちてましたからだいぶ。でね、上の方落ちてないんです。下の方に穴が開いたように落ちてる。そこをくぐって出て廊下は壁が落ちたか何があったか知りませんが通られんのですよ。廊下はひっくり返ったりね傾いたりねしてました。それで水は出ましたから手を洗うことはできました。ちょっと行ったら水の出るところがあったんです。そこで手を洗ってね、それだったら私を訪ねてしばらくしてから訪ねてくる人がありました。私誰か忘れましたけどね「何かいただけるものはないですか?」言って何かもらいに来てらっしゃって、私は何にもないよキョロキョロして見てたら大箱マッチがあったりね、ちょっとしたものがあってね「こんなんでいいですか上等ですください」って持って帰られました。それで前が皮膚科じゃない何かだったかしら前へ行ってあこから横へ行ってそうすると中央のあたりか中央の方のレントゲン室だったから壁の破れたところからまた外に出て、それで階段があるからすぐ下へ降りたんです。ガラスがこれ刺さってました。刺さってました。ここ今でも傷がありますけどね、ガラスが入ってたんですよ。外のガラスがね血になってパーッと散ってきたんですよ。だからそれが入ってるんです。顔にあるんです。ここらじゃないです。こことことこの辺に今でも見るとありますよ傷が。その時はね顔洗おうと思って痛かったんです。よう鏡を見てみたらガラスが入ってるんです。小さなガラスがパッと立ち込んでるんですよ。だから顔洗ったりなんかできませんでした。まだ来てらっしゃらない看護師さんもお医者さんも皆までちょっとは来てらっしゃったけど途中で会って亡くなった先生いらっしゃいますよね。でね病院で亡くなった人聞いてます。その時何先生と何先生はダメよ言ってね、まあ大変な時でしたからね、気分が普通じゃないんですよ。下降りて下の方でうろうろしよったら職員の方がいろいろ探しておられてね「あ畑野さんがいた畑野さんにしてもらおう」って言われたんです。私が何するんですか、受け付けてもらいたいよ、来るからここへ見てくれ言ってね、それをね一人ずつねところと名前と聞いてちゃんと書いといてくれて、そのノートじゃないんですよ。何かをちぎって閉じたような何か誰かノートか何か知りませんが普通じゃなかったきれいな紙じゃないんです。閉じてあったんです。それをね一人一枚ずつ書いたんです。で初めは男の中分からんの書きよったんですが絶対分からなかったんです。それでねすいませんけどねもう分かりきったことなんだけどちょっと見たら焼けたものを着ておられるし頭が亀血入れてるしね、ここらなんかくっついたりなんか飛んできてひっついたりしてるんですよ。もう見られた格好じゃないんですよ。ですからね「すいませんが男ですと女ですとそれだけは言ってください」無駄なことがあってもね一人だけ聞くわけにいかんから皆さんに聞きますけどわからないんですよ言ってね、本当わからなかったです。で裸足でいらっしゃることがだいぶありました。靴履いてらっしゃらない。ですからね私はもう普通の状態じゃおられませんでした。戦時中ではないもう終戦になってるんでと分かっててもね心は前と同じような気分になりました。
焼けた人がねずーっとこう今は日赤の前何もないいっぱい建物建ってますけど、あの頃前は築山があったんです。築山のようになってて、あっこまではなかったんです。今はいろんな建物があるんでしょう、いっぱいですが。受付のあれ何も言うんでしたかね、入り口の門があるんですね、受付の。あそこにはね2人か3人男の方が入ってきた人がみんなそこで何か言って入ってくるんです。そのぐらいちょっと広い空き地がありました。そこですからね、今とは全然違います。気分も違ってきます。あのことに住んでいたものなんてわからないと思いますけど、普通の気分じゃおりません。大変だと思ってね、本当弟ぐらいの人のことがものすごく気になりました。かわいそうにねと思って、子供にはね元気で生きようよってあんた死なんでよかったねってつい言いましたけどね、次待ってるんだから何にもあまり喋れないんですよね。言うことができなかった。だけどかわいそうでした。弟の同じぐらいの若い生まれたばっかりのまだ若いのに学生なのにと思ってね、これダメだと思うのはね何人もありましたからね、元気出してね頑張ろうね、助かったね、もう戦争も終わったんですねって私はそのぐらいのことを言ってました。頑張ろうよ言ってね。で患者さんはねいい人は帰っていきましたけど、胸の病気がほとんどでしたからね、肺病って言ってました。あの頃ね胸の病気が多かったんですよ。それが入院していらっしゃるから。あんまり変わった病気は私は分かりませんでしたけどね、まあ大変な時代、時代のことを思い出すことないです。あまり思い出したくない、普通じゃないと思いました。みんな裸にはなってないけど服焼けてぶら下がってるんですから、次から次そうなんです。同じようなんですみんな。男は女か分かりません。だけどね顔見たらこの人は女ですぐ分かる人もありましたけど、分からない人も多かったですね。顔はねやっぱり物が私みたいに刺さった人もあったでしょうし、やけどした人もあったでしょうし、いろんな人があったと思います。汚いんですみんな。体が汚いんですよ。もう大変でした。胸が張り裂けそうなまともな人全然おっちゃないです。ですからね、大変なんだねと思って、それがおかしいことも何ともないんですよ。みんなそうなんだから。いい格好した人はいませんからね。すぐですからこれみんな行列になってこうなって、広いのですからね、こうなって並んでるんですよみんな。大変だね。来ても先生はいらっしゃらない、誰もそんなことする人見てくれる人もないのにね、気の毒なことじゃねえと思って、だから精一杯いろんなことを聞きました。私が受け付けた私だけじゃと思いました。忘れることができません。私はもうね力がないから、どうか言ってください、何でも言ってください、書きますから私言ってました。姉妹はでも全部見ましたよ。全部見て終わったのが夕方ぐらいだったでしょうかね。誰も手伝ってくれないんですよ受付を。最後まで私がやりました。薬塗ってもらったりしたものはおりませんよ。おらんと思います。私見てないんです。人が死ぬのはしょっちゅうでしたからね。何とあの頃今の感じで言うと何度もわからないです。覚えてない。死んでいったです次々と。私が受け付けた人あんまり生きたら知らないんじゃないかしらと思いますけど、その日だったんでしょうね。出てちょっと離れたところまで用事があって行きました。ただね私を一生懸命見てくださった女の先生がいらっしゃる。その方がねただひょろりしながらね、そこで妹さんが待ってらっしゃって、だから「お姉さん」言って妹さんがお姉さんに飛びついて「どうなったんねん」言ってね、やっぱりやけどしてらっしゃったんですよ。力がないんです。何を言うてるかわからんのです。妹さんとお姉さんが会われたんです。その先生がお姉さん、私らが見てもらってた。あら途中で被爆されたんじゃと思ってね、言葉が普通じゃなかったですから、もうね助からんと思って来られたんですよ。聞いてみたら妹さんが待ってらっしゃって、で一緒に帰られたんですけどね、それだけで外で見たのは。まあ私帰りにね最後にもう患者さんもう来なくなってからね、最後に下へ降りてみたらね、
うちの弟と同じぐらいの年の子がね、目からね、海が流れてる、海が。涙じゃないんですよ。それが涙かもしれませんけどね、こういうふうに海が流れて、はあ、これ大変だと思いました。これ助からんわと思ってね、その方死んだと思いますよ、すぐね。まだ帰る時は落ちてから何日目だったか分かりませんが、割と早かったですからね。で、ああこんなひどい目にお宅がこれ私受け付けてない人だけど、歩いてきたの見たら目から海が流れてた。あんなの見たの初めてですよ。びっくりしました。いうけど私が書いたものをね、私は小児科にいたから、小児科の一番上の先生が一応先生っていうの、その方に渡したんですけどね、その方の息子さんがどこでどうなってるかはずっと探して歩いてらっしゃったけど、全然わからなかったそうです。それでね、気が普通じゃないですからね、私が渡した大事、これ大事なんですからちゃんとしといてくださいよ、私が持っとるわけにいかんから、これは詳しいことが書いてありますから言ってね渡したんだけど、それから後にね、あれを出してくださいって言ったら、それがわからんのじゃ、どこ行ったかさっぱりわからん、とうとうなくなってるんです。全然一つも残ってない。だから誰を受け付けたか朝も覚えてませんけど、何にもわからなかった。全部なくなった。私が一生懸命受け付けたのにねと思いましたけどね。でも先生の息子さんが亡くなって何のダウンでもなかったんだけど、仕方がないわと思いましたね。世界はもう絶対平和にならなきゃいけません。でね、絶対間違ったことをやったりしたらいけない。で戦争してね、人をいじめるようなことをしたら絶対いいことが向くはずがないと思ってました。平和な心を持ってないといいが日本でもどこの国でもなりません。よそをねいじめたり叩いたりねしてたら絶対いいことないです。私はねいい具合に日本はなってきたから、みんないい心になった人が多いと思います。それはおかしい人もいらっしゃるかもわからんけどね、もう私はできる限り人に伝えたい、その本当のことを。もう戦争やったら国は滅びてしまうと思いました。ダメになる、心がダメになりますよ。何にもなくなるしね、食べていくのにも事書くようなことですから、どうにもならない。私よ分かってましたから、もう誰がどう言っても私は反対です。